無駄遣いを減らすための個人向けマネー管理節約習慣。チャット GPT が暴く人生最大の無駄遣い15選。なぜあなたの給料は右から左へ消えていくのか。節約しているつもりなのにお金がたまらない理由とは。 AI が指摘した15の浪費行動パターンを徹底分析。リボ払いの罠、使わないサブスク、見栄消費。日本で暮らすあなたが陥りがちな無駄遣い習慣を断ち切り、確実に資産を築くための戦略的ガイド。一生懸命働いているのになぜ豊かになれないのか。日本に来て数年、毎日真面目に働いている。それなのになぜ口座残高は増えないのだろう。もしあなたが今、このような焦燥感を抱いているなら、それはあなただけの責任ではありません。物価上昇や税負担の重さといった外部要因も確かに存在します。しかし、より深刻な原因は、あなたの日常に潜む無意識の無駄遣い習慣にあるかもしれません。今回、私たちは AI の知性、チャット GPT に単刀直入に尋ねました。人間が犯す最も愚かで破壊的な金銭的浪費、マネーウェイストとは何か、と。AI が導き出した15の回答は、ある意味で残酷なほど確信をついています。これは単なる節約リストではありません。あなたの資産を搾取し続けるシステムから抜け出すための金融の処方箋です。チャット GPT の分析に基づき、日本での生活文脈に合わせてこれらを解剖していきます。資産を破壊する3つの致命的な罠。まずは、あなたの家計に小さな穴を開けるだけでなく、将来の基盤そのものを揺るがす高リスクな出費から直視しましょう。1、クレジットカードの高金利負債、ハイインタレストクレジットカードデット。リストの1位は、議論の余地なくこれです。特に日本で注意すべきは、リボ払い、リボルビングペイメントです。毎月の支払い額が一定になるという甘い誘い文句の裏で、年利 15% から 18% という法外な手数料があなたの資産を食いつぶしています。クレジットカードの利息ほど無駄なものはありません。これはお金を捨てているのではなく、未来の自分から高利貸しで借金をしている状態です。プロの助言、今すぐ財布の中のカードを確認してください。雪だるま式、スノーボールメソッドでも、雪崩し式、アバランチメソッドでも構いません。投資を考える前に、まずはこの負債をゼロにすることが、最も利回りの高い投資です。2、家電製品などの延長保証。エクステンディドワランティーズ。家電量販店のレジでポイントで保証を延長できますがと聞かれたとき、どう答えていますか？チャット GPT はこれを明確に無駄と断じます。現代の製品技術は成熟しており、初期不良以外で故障する確率は統計的に低く、仮に壊れるとしても保証が切れた直後であることが多いのです。思考の転換、不安を解消するために保険料を払うのではなく、その分を自己保険、緊急予備資金として貯蓄口座に残しておく方が、はるかに合理的です。3、新車の購入、ブランドニューカーズ。新車の香りに数百万円の価値はあるでしょうか？新車の匂いには魅力がありますが、経済的合理性で見ると最良の選択とは言えません。車は購入してディーラーを出た瞬間に、その価値が大きく下落、減価償却します。その価値の10から 20% を失います。特に日本の中古車市場は、世界的に見ても極めて高品質です。厳しい車検制度のおかげで、状態の良い中古車が豊富に流通しています。賢い選択、見栄えのために新車を買うか、実利を取って中古車を選び、差額を S&P500 などのインデックスファンドに回すか。
10年後、その決断が数百万円の差となって現れます。日常に潜むラテマネーとサブスクの呪縛。ここでは数百円単位の日常生活の出費見直しを行います。これらはサイレントキラーのように気づかないうちにあなたの可処分所得を奪っています。4. 毎日買うコーヒー、バイングコーヒーエブリデイ。コーヒー毎日買う無駄という検索ワードは常に上位にあります。コーヒー毎日買う無駄という議論はつきませんが、数字は嘘をつきません。スターバックスのラテ約500円を毎日飲めば年間で約18万円。これは一時帰国の航空券代に相当します。もちろん、カフェでの時間が仕事の生産性を生む投資なら構いません。しかし、単なる習慣や眠気覚ましなら自宅で入れるか、日本の高品質なコンビニコーヒー100円に切り替えるべきです。妥協案、自宅で美味しいコーヒーを入れる習慣をつけるか、カフェに行くのは週に1回のご褒美に設定してみてはいかがでしょうか。5. 使っていないストリーミングサービス。ストリーミングサービス You don't use。Netflix、Amazon プライム、ディズニープラス。あなたは自分が毎月いくら払っているか、正確に把握していますか？使っていないサブスクを解約することは、最も簡単な固定費削減です。また、最近はサービスをバンドル、セットにすることで安く見えるプランもありますが、不要なものが含まれていないか注意深くチェックする必要があります。いつか見るかもは絶対に訪れません。アクション、今すぐ使っていないサブスクを解約してください。必要になったら、その時にまた契約すればいいだけのことです。解約の面倒くささこそが、企業が狙っている収益源なのです。6. ファストファッション、ファストファッション。安いからと買った服がクローゼットで眠っていませんか？シェイやファストファッションの流行は環境負荷だけでなくあなたの財布にも負荷をかけます。1回しか着ない1000円の服は100回着る2万円の服よりもコストパフォーマンスが悪いのです。シェイやユニクロ、H&M などのファストファッションは魅力的です。しかし、安いからという理由だけで購入し、数回着て捨てるサイクルは、長期的にはコストパフォーマンスが悪化します。ギャップインコーポレーテッド傘下のオールドネイビーなども含め、ファストファッション市場は拡大していますが、同時に質の良いものを長く着るという価値観も見直されています。問いかけ、その服は来年も着たいと思えるものですか？脳の報酬系をハックする快楽の代償。私たちの脳は手軽な快楽や一発逆転を求めるようにできています。マーケティングはそこを巧みについてきます。7. ギャンブルアプリと宝くじ、ギャンブルアップス&ロッテリーズ。一攫千金の夢は魅力的ですが、統計的に見ればギャンブルにお金を使うのは無駄の極みです。ギャンブルお金無駄と分かっていても、なぜ人はパチンコや宝くじを買うのか。それは勝てるかもしれないという幻想、バイアスがあるからです。著者の体験談にもある通り、一度の勝利、ビギナーズラックは呪いになりかねません。一度大勝すると次も勝てるという幻想、バイアスに囚われます。これは娯楽、エンターテインメントとして割り切り、失っても痛くない予算の範囲内で楽しむべきものです。決して稼ぐ手段ではありません。宝くじは愚者の税金、タックスオンザプアとも呼ばれます。確率論的に、それは投資ではなく、単なるエンターテインメントへの浪費です。8. 食事配達アプリ、ミールデリバリーアップス。ウーバーイーツは魔法のように便利ですが、ウーバーイーツが高いのはなぜでしょうか？料理代金に加え、
配送手数料、サービス料、そして少額注文手数料などが加算されるからです。チャット GPT が皮肉混じりに言うように、冷めたポテトに倍の値段を払っている状態になりかねません。自炊が苦手でも、生活費の見直しチェックリストに週単位の献立作成を加えるだけで、食費は劇的に改善します。9. 使っていないジムの会員権、GYM メンバーシップス You don't use。多くの人がジムに入会することと健康になることを混同しています。統計によると、半数の会員は半年以内に幽霊会員になります。ジムの会費を使わないまま払い続けるのは、ジム経営者を喜ばせるだけの寄付行為です。ジムの会費を使わないまま払い続けるより、まずは自宅での YouTube ワークアウトや近所の公園でのランニングから始めてみてください。続く人だけがジムにお金を払う資格があります。10. サブスクリプションボックス、サブスクリプションバクーズ。毎月届くコスメやお菓子の箱。開封の儀式は楽しいですが、冷静に中身を見てください。多くは本来なら無料で配られるサンプル品や売れ残り商品ではありませんか？自分へのご褒美という名のマーケティングに載せられていないか再確認が必要です。多くの場合、企業がプロモーションとして配布したいサンプル品にお金を払っている可能性があります。11. 高すぎるスキンケア美容製品、オーバープライスドスキンケア&ビューティープロダクツ。高価イコール高品質という神話が最も強いのが美容業界です。しかし、肌の美しさを決めるのは数万円のクリームよりも日々の食事、水分摂取、そして睡眠です。ドラッグストアの優秀な製品、プチプラと高価なブランド品、デパコスの違いを成分レベルで見極める賢さを持ちましょう。本当の美しさは高価なクリームよりも良質な睡眠と食事から作られます。12. バーやクラブでのドリンクスアットバーズ、クラブ。レストランやバーでのアルコール価格は原価の数倍に設定されています。さらに一杯だけのつもりでもアルコールが入ると判断力が鈍り、気づけば予算オーバーしがちです。家飲み、宅飲みに切り替えるか、特別な日以外は控えることで、驚くほどお金が残るようになります。この二次災害も含めると、外飲みのコストは甚大です。現代社会の見栄えとデジタルトラップ。最後に、現代特有の見えない出費と人間の根源的な欲求に関する無駄遣いです。13アプリ内課金、インアプリパーチェセズ。課金ゲーム無駄とは言いませんが、バーチャルな農場やアバターのスキンに現実のお金を注ぎ込む行為は、現代版の錬金術、逆です。著者が指摘するように、これは子供だけでなく大人も陥る社交心の罠です。その数千円で、現実世界の美味しいランチが食べられることを思い出してください。特に子供や若者が、親のクレジットカードで高額課金をしてしまうケースも後を絶ちません。これらはバーチャルな資産であり、現実世界での資産価値は皆無に等しいことを認識する必要があります。14. 保険料の払いすぎ、Overpaying for Insurance。日本は保険大国です。不安に駆られて過剰な保険に入っていませんか？ライフステージが変われば必要な保証も変わります。入ったまま放置は保険会社の思うツボです。定期的な見直し、相見積もりこそが固定費削減の近道です。15. 隣の芝生との競争、Keeping up with the Jones。最後に最も根深く、最も高価な無駄遣いを紹介します。それは他人への対抗意識、
見栄消費です。J10 引用 FRE ブローク2、Just Prettier on Instagram。彼らもお金がないのは同じ。ただインスタ上で綺麗に見せているだけ。このチャット GPT の言葉をぜひ心に刻んでください。SNS 上の他人の生活と自分を比較し、身の丈に合わないブランド品や高級レストランにお金を使うことほど、虚しい浪費はありません。節約したいけど我慢したくないというジレンマは、他人軸で生きているからこそ生まれます。自分の価値観に基づいたお金の使い方をすれば、他人の目は気にならなくなります。まとめ、無駄を削ぎ落とし、本当に大切なものに投資する。お金がたまらない理由、そして節約できない原因は、あなたの能力不足ではありません。現代社会が仕掛ける消費の罠に無意識に足を踏み入れているだけです。今回紹介した15項目すべてを今すぐやめる必要はありません。しかし、これらが浪費であることを自覚、アウェアネスすることは不可欠です。なんとなく払うのをやめ、自分の幸せのために意図的に払うこと。この意識の転換こそが、異国の地である日本で、あなたが経済的な安定と自由を手に入れるための第一歩です。今日のアクションプラン。現状把握、銀行アプリとクレジットカードの明細を開き、上記15項目に該当する出費にマーカーを引いてください。断捨離、その中から実は不要だったものを一つ選び、今すぐ解約または停止してください。未来への投資、浮いた数千円を散財するのではなく、NISA 口座や貯蓄に移動させてください。あなたの賢い選択が1年後、5年後のあなたを笑顔にします。さあ、まずは明細のチェックから始めましょう。